何でもできそうだ。なんだこの高揚感。こんにちは。ドミリバーシされたサッカです。今日はイム様に乗っ取られたグンコのフィギュアを作っていこうと思います。アニメ勢と単行本勢はネタバレごめんね。さあ iPad でモデリングしていきます。いつも通りノーマットスカルプトというアプリを使って制作しています。イム様がグンコの体に乗っ取った時すごかったですよね。ワンピースの世界観でそんなことできるのかよみたいなね。いやー、イム様の能力何なのかマジで気になるな。今回はいつもと違ってできるだけ原作を再現するつもりで作ってみました。もちろんワンピ読んでる皆さんはどのシーン再現したか分かりますよね。体型に関してはグンコ自体が新キャラということもあって現状資料が少ないので、もともと体型が近そうなコアラやウタを参考にしてます。ビビなんかも体型が、いやちょっと待てよ。ビビ、乗っ取り、ネフェルタリ、イム。そうか。いや失礼しました。服装としては全体的に装飾が少ないシンプルなデザインなので割と作りやすかったです。帽子とかちょっとデザインが詳細までわからないところもありましたけど、本誌の方をひたすら見て再現しました。デザイン違ったじゃねえかという意見に関しては一人ずつ雷鳴発揮します。髪の毛はイム様の状態の時はロングですけど、グンコ自体はショートっぽいような気もしますよね。コートの下に隠してた可能性もありますけど。土台は黒いまがまがしい炎な感じで作りました。本来は空を飛んでるんですが、さすがにちょっと難しいんでこの辺はオリジナリティを入れてます。自立するかどうか。うるせえ、行こうドン。さあこんな感じでできたんで、このデータを 3D プリンターで印刷していきましょう。さあ先ほど作ったデータを 3D プリンターで印刷していきます。今回は3回に分けて印刷をしました。1回目の印刷時間が7時間51分ですね。はい、長いんで僕は寝かせてもらいます。印刷が終わったら 3D プリンターから取り外します。こんな感じで1回目は印刷できました。印刷し終わったパーツは台から取り外して表面についた余計なレジンを水で洗い流していきます。今回も SK 本舗の水洗いレジンを使ってます。実は夏のプライムデーで違う企業の水洗いレジンも買ったんで、そのうちそっちも使ってみようと思ってます。安かったんでね、めっちゃ買っちゃいました。さあ2回目の印刷もしていきましょう。印刷時間は4時間7分ですね。2回目は尻尾や土台、槍の先を印刷しました。槍に関しては棒の部分を印刷すると入らなかったので、棒は印刷せずに後でアナログで作ります。2回目以降は印刷の設定を少し変えたので印刷時間は結構短くなりました。3回目は羽を印刷しました。印刷時間は7時間33分。高さがあるんで印刷時間短くしても結構ありますね。こういう形状のものはあまり印刷したことがなくてちょっとだけ失敗しちゃってます。3D プリンター1年使ってるのに未だにむずすぎるぜ。全部の印刷が終わったらよりがっちり固めるために追加で UV ライトを当てていきます。いやさすがに羽でかいな。ヒサロみたいな硬化作業が終わったらサポートがついていた跡などをきれいにするためにひたすらヤスリがけします。大きいパーツは太いサポート材を使って印刷するんで後処理大変なんですよ。基本的にはデザインナイフや電動ヤスリを使って処理してます。嘘です。スパイラルフォローで全部削り取りました。そう槍なんですけど、棒の部分が塗装棒の持ち手がちょうどいいサイズだったので分解して使いました。そうですね、普通にちょっともったいない気がじわじわしてきてます。やっと処理終わったんで塗装入ります。さあ塗装なんですが、色を塗る前に下地としてサーフェイサーを拭いてます。体や髪の毛は白サフを使いました。羽、尻尾、槍、土台は真っ黒なイメージだと思ったんで黒サフを塗りました。肌の塗装はいつも通りラスキウスシリーズですね。今回は色を混ぜないでホワイトピーチをベースにクリアペールレッドで塗装してます。
ただそれだけだとやっぱり肌の色が強いように感じたので、上からクリア塗料にホワイトを混ぜたものを使ってみました。透明感と言えばいいのか、ふわっとした感じになるので割とありかなと思います。髪の毛の色なんですけど、正直何色かわからない。グンコはアニメにも出てきてないですし、ジャンプでもカラー絵になってないので結構迷ったんですが、どうやらコミックでマンマイヤー家というのが判明したそうなんですよね。そしたらちょうどアニメでマンマイヤー家の人が出てきまして、その人が青髪だったんですよ。なのでそれ以外に情報もないですし、その人を参考に青髪にしてます。今後カラー絵が出てきて色が違ったらほんとすみません。2025年の7月時点での作品ということで一つお願いします。土台は黒っぽい炎イメージではあるんですが、アニメでサターン星の羽衣が紫だったんで、ちょっとそんな感じの色も足してみました。エアブラシである程度終わったら筆でアイペイントしていきます。今回翼がでかすぎて相対的に人体を小さくせざるを得なかったんで、その結果顔がめっちゃちっちゃいんですよ。さすがに小さすぎてアイペイント大変でした。前回作った藤葵ちゃんも割と顔小さめだったので、ちょっとさすがに次は大きめのアイペンさせてほしいですよ、ほんと。誰だこんな小さく印刷したのは。目の色はグンコというよりもイム様に乗っ取られているのでイム様の色にしてます。塗装が終わったら艶消しをかけていきます。今まではミスタースーパークリア艶消しをメインで使っていたのですが、今回はミスターから GX のスーパースムースクリアを使ってます。個人的にはこっちの方が好みな感じしますね。パーツの塗装が全部終わったら、あとは組み立てていけば完成です。